崎の大学チャンネル510ということで、今日はどこでしょう。ここはめっちゃいい天気。ここですね、山梨県笛吹市一宮町にある中川さんの畑に来ています。中川さんというとこちらちょこちょこ私の方で宣伝というか本当に美味しいと思っていろいろやってますけども、これ白百合醸造さんの甲州ビーニュデ中川2021。このビーニュデ中川って何ですか。いわゆるその中川さん家の畑ということで、単一畑、いわゆるシングルビンヤードってことですね。はい、ということで今日この畑にぜひ来てみたいと、ちょっと無理やり白百合醸造さんにお願いしまして来させてもらいました。ということで白百合醸造の土橋さん。土橋です。すいません、この土橋です。よろしくお願いします。はい、白百合醸造の醸造長の、はい、土橋さんにちょっと案内していただいて、はい、なぜこれがそんなに美味しいのとかね。まあ言うてもシングルビンヤードじゃないですか。はい、日本でシングルビンヤードで出してるワイナリーって本当にごくちっちゃいところか。そうですね、少量がまだまだ多いですよね。はい、まあそれかあとはグランポレールのなんかシングルビンヤードシリーズみたいなのとか、まあそれぐらいしか本当はない、か私たちがまだ知らないだけなのか。いや僕も調べたんですけどあんまりないんですよね、っていうのがある中で、じゃあ中川さんの単一畑でこれ甲州作ろうと思ったきっかけとか、そういったところも含めてまたいろいろお話を伺いつく。じゃあこの畑の何が素晴らしいんだっていうこともちょっとなんかいろいろ教えていただきたいなと思ってます。はい、ということで今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ中川さんすみません、よろしいでしょうか。お話を伺わせてもらってもいいですか。はい、作業の邪魔にならない。はい、もう作業は大丈夫です。はい。大変失礼なことをお伺いさせてもらいたいんですけども、今年で御年はいくつなんですか。90歳です。はい。91になる。91になるんですよ。はい。めちゃくちゃお若いですよね。ありがとうございます。いやお話だけはもうずいぶん前から聞かせてもらってて、いやもうすごい元気よっていうのは伺ってたんです。あ、そうですか。いやお会いしてね、なんだ肌ツヤの良さ。また声もすごいピシッと通りますし、入れ歯なしですよ。声は大きいですよ。ありがとうございます。人生の見本みたいな方ですよ、本当に。こんな風な充実してる人生を歩んでるんだなっていう雰囲気がすごい出てる。ありがとうございます。もともと銀行でお勤めだったっていう話だけはちょっと聞いてたんですけど、山梨町銀行へご厄介になっておりまして、定年まで。定年まで。それからブドウの栽培を始めたんですか。そうですね。はい。なんで突然ブドウの栽培だったんですか。これはもう私のお父さんからの時代で。お父様がもうブドウをやられてたんですね。そうです。この辺はですね、終戦直後からブドウの栽培が非常に盛んでしてね。ほとんどのうちでもう戦争前からこの甲州は、その頃からもう甲州だったんですね。100年ぐらい前からもうこの地域では甲州ブドウを生殖用やらいろいろで。もともと生殖もやってたんですか。はい。ですか。歴史は長い。そうですね。今でも甲州の生殖って山梨ではまだあるんですか。もうあまり聞かないけども、まあ多少ですね、本当に。ああ、そうですか。でもワインとしての原料も取り合ってる状態なので、ワイナリーとしては本当にワインの方にも回していただきたいっていう。まあそうですよね。それを思ったらじゃあ中川さんちのブドウも取り合いなんですか。そうですね。あそこにも白良さんの看板が表に出ておりますので、専用になってますので。白良さんの関係でって断るのに大変でしたので、それで看板の契約でということで、それからまあ立ち寄るだけですけども。はい。白百合醸造さんとのつながりっていうのはいつ頃からあったんですか。今からもう半世紀ぐらい前からですね。半世紀前。今の社長さんのお父さんの時代からですから。その頃から。はい。中川さんのところで木の幹が素晴らしく立派な。どれぐらいなんですか。これはもう35年ぐらいです。35年。はい。で、あちらに太い古い木ありますね。あれは45年。経ちますね。35年、45年って、それぐらいでもブドウできるんですね。樹齢のすごい長いブドウの木ってなかなかできないっていうのは聞
聞いてた。まあ寿命が比較的短めにはなりますね。そうですよね。でもちょっと講師だと長い講師は長いですか。古木でやられてるところもありますし、あとは育て方とかバランスとかによっても木の負担とかですね、そういうのによっても寿命が人間と一緒でどれだけ、そりゃそうですよね、ちゃんと手入れをしてるかどうかっていうのもあるでしょうし、人間もそうストレス与えすぎるとねちょっといろいろだったりしますけど、ワインを持ってこないそうですね。ちょっとあえてこの中川さんの名前を冠した私たちが依頼をかけたんです、まあ、長いことお付き合いがあって、もちろんずっと収めていただいたんですけれども、ちょうど私たちの醸造のチームの世代になった時にですね、失礼な話ですけど農家さんのところに行って直接うんぬんっていうのがやっぱりまだまだ昔できてなかったところで、新しくチームになった時にいろいろな農家さんを渡り歩いて、長さんの畑見た時にやっぱり見れば分かりますね、感動、毎年綺麗なブドウを収めていただいたんですけど、その他大勢と一緒にしてったのをやっぱり畑見てこれはすごいっていうのと、その辺りからいろんな農家さんの分析っていうのも始まって、いろんな検証した結果、あれこれはもったいないんじゃないかっていう話になってですね、まず個別に作ってみよう、いろんな商品の兼ね合いもあるのでブレンドするしかない年もありましたけど、やっぱり個別に作ってきたらまたこれはまたいいぞということで、ぜひこの一銘柄で作らせてもらえないかっていうのを私たち醸造チームから会社にお願いをしたって感じですね。だからもっと早く本来気づくべきだったんですけど、すいません、ちょっと時間がかかりました。ワインって名前を冠するのって大体ワイナリーの社長なのか、醸造家の方の名前なのか、あとは社長の娘の名前なのかなら分かるんですけど、そのやっぱり畑の生産者の名前を冠してるワインってあんま見たことない。まあそうですね。でもそこには私たちのやっぱり長さんのリスペクトを乗せたかったので。そうですよね、でもそんだけ周りがなかったことをできたのは逆に嬉しいですね。なるほど。でもやっぱりブドウありきのワインですから、もう本当に私たちが手を尽くしてもこれは成し遂げられないので、やっぱり中川さんのブドウがないといいワインはできなかったので、やはり中川さんの名前なくしては語れないなと思ったので、醸造家の出る幕じゃないなっていう素晴らしいリスペクトがこもってますね。そうですそうです、はい、本当に、やっぱりここまでのクオリティのブドウを作ろうっていうなんかそういう気概みたいのを持ってやられて。持ってましたね。私も勝沼の支店にもちょうど縁がありまして、店舗の新築の関係もありましてね、4年ぐらい転勤しましたね。ブドウ屋さんのお宅はほとんどしょっちゅう歩いて見て回ったりお話をしたり、畑でいろいろ話を聞いて、やっぱりブドウはいいなという感じでですね、いつでも作ってたから、甲州ブドウがやっぱり歴史がないから、じゃあ甲州でいこうというようなことで。甲州一本だけなんですか？一本だけです。はい。そうなんですね。じゃあ他のブドウとかも一切やらず。そこもすごいですよね。すごいです。この笛吹きの界隈で一番の甲州を作るみたいな。そうですね。まあそういう気構えと言いますか。気構えで。それないとちょっとね、なかなかやるんで。甲州作る方少なくなりましてね。そうですね。ほとんどこの地域では見られないでしょう。特に世界の農業遺産に登録されてから笛吹市とか山梨甲州ぶどうのこの棚が非常に認められたようですね。これの棚が甲州棚というだそうですね。私もあまり知らなかったですけどね。甲州で棚を作ると甲州棚でなくてね、昔からね棚のことを甲州棚。そういうことですか？そういうことらしいようですね。甲州棚って何で言ったら、このセメンのこの杭で立てる。甲州は棚が一番合うんです。棚作りが合うかどうか、私もこれ一筋に来てますからちょっと分かりませんけども、きっと私はちょっと両方手がけたこともあるんですけど、垣根は相当大変です。どうしても木の勢いが強いので、垣根の中で暴れまくるって分かりますか？木がどんどん伸びてしまって
収まりきらないんですよね。なので通常の垣根の栽培手法より手間がかかる、私のやり方もあるのかもしれないですけど、なかなか難しい。欧州系と比べるとかなり難しかったですね。でいろいろやってみて自分で勉強し始めると、やっぱり棚でさらにこのバランスを見極めて突き進んでいきたいなっていうの思いの方が強くなりましたね。ワイナリーの先輩とかのも聞くと、やっぱ甲州には棚だなっておっしゃる方の方が多い気がします。もちろん垣根で頑張ってらっしゃる方もいらっしゃいます。私もだから両方見てるから、なんかどっちなんだろうなっていうのがあったんですけど、この辺は雨が全国的にはちょっと少ない方の比率になってきるんですね。だけどやはり棚の方が、雨があっても棚の方がいいというようなことの意見も多いですね。そうですね。そもそもやっぱり日本自体は雨が多すぎる。そうですね。それこそ先日ケイヤさんと一緒に畑回らせてもらった時に、やっぱりこうあそこね、土を掘って根を見れるようにしてるんですよね。でそうするとやっぱり雨が多いから、やっぱり根が下に入らない。で横にすぐ走ってしまう。それだけ水分が多いから水が蒸気として上がりやすいので、やっぱり垣根だと地面とブドウが近すぎるので、そこでやっぱり吸ってしまうというような話も聞いてたんで、トータルで見ると棚の方がいいんだろうなっていう。先輩方の話だと、昔からブドウの根は浅いというのがどうも一般的ですね。そういう中で、じゃあやっぱりこのいい甲州ぶどうを作るために何か中川さんなりに工夫されたことって何かポイントはありますか？ありますよ。ここの土地はですね、この地域でも私は調べてはないですけど、先輩方は一番いい土地だということ。そして皆様方がお生まれになる前は住宅作る時の土壁、それに使える。その土がなるほど。だから雨が降らないとこれ硬くなります。こっちこっちに雨が今度降ると泥が、そこで私もですね、いずれにしても何でも果物は全部そうですけど、土を作らないとダメだということで、武田信玄の釜無川という川があるんですけど、あそこから砂利をですね購入して、そしてこれ砂利をこのくらい、この畑全部入れてあるんですよ。10トン車2台で2日間ぐらい10トン輸送で、ご自身で土壌改良されてるんですよ。水はけを良くするためにどれぐらいの厚み？30センチぐらい入れた？そうですね、30センチまでいかないかもしれないけども、15センチぐらいは確実に全部入れてましてね、土が見えないように入れましてね、そしていつもこう耕して、そして混ぜて、今だいぶ良くなりましたね。この藁を秋ですね、これ全部これからみんな堆肥と一緒にこの藁をね巻いて、そして高温するんですよ。この上に巻いた上でさらに高温して、あと昨年の藁はもうどこにも見えないですよね。で今度はまたこれを10月頃、毎年10年20年繰り返してるから、それでこの土がこちこちの土だけども柔らかくなってきましてね。年中来られても草ほとんどないです。いつも除草されて、ご自身で除草剤とかじゃなくて、だから年中きれいなベアソイルで、ブドウも地面もどっちもきれいな畑なので、また見応えもある畑になってますね。きれいにされる性格がもうずっと畑に現れてる。本当に細やかです。この前も世界のワインコンクールで金賞を受けて、2019年あたりだったんですかね。その時も NHK さんで取材だなんて言ってきましてね、とにかく畑が素晴らしいなって言って、褒めていただいたこともありまして、園を取材されたことは非常にありがたいということで、市内の社長さんのああいうふうに宣伝をテレビでされるとありがたいなんて言って嬉しがられたよなんて報告受けたからじゃあよかったですね。そんなことはありました。そうですね。そんなブドウを本当に専属で使えるなんて。夢のようです。でも毎年緊張しながら、本当に大事なブドウ、みんな全てそうなんですけれど、特に緊張する銘柄の一つです。ざっくり甲州のイメージっ
でなんかやっぱり甲州自体はすごくクオリティが良くて、食べ物としてやっぱり和食にすごい寄り添う、日本の食事とすごい親和性がいいっていうのを感じながらも、さらにこのビル中川に関して言うと、さらにその中でも洗練されたシャープな果実味とこの酸のバランスが素晴らしいなっていうのがあって、なんでこれが広まんないのかなって思ってたところに去年の広島サミットですよね。はい、そうですね。そうですね、はい、あれはびっくりしましたね。もう急にポンとニュースが出てきてはいってそうなの、それこそもう田崎真也さんが選んだという話らしいですけども、はい、それまで誰も知らなかったんですよ。そうですね、私も使われましたよっていうのを後からマイナリに連絡いただきまして、はい、会社でも社長から翌日「ゆうべ電話あってね」なんていうの連絡で「そうですか」ぐらいで話しましたけども、世界の VIP たちがみんな飲んだっていうのはね、そうですね、すごいですよね。しかもランチミーティングだったので、はい、種類も少なかったので、かなりの確率でお口に運んでいただいたんじゃないかと思ってます。そうでしょうね。はい、これからもますます作っていただきたいなと思うんですが、高さん90歳ですよね。実は2023年去年でもう俺最後にするって最初宣言されたんですよ。実は2023年もすごく、いい年だったんですね。ここ最近で一番のビッグヴィンテージだって言われてましてね、県の方でも5つ星のヴィンテージだっていう発表されたんですけれども、それぐらいいい年で、中川さんのブドウも本当にいいものが取れて、中川さん本当にブドウ取れましたよ、糖度もこんだけ上がりましたよって言って喜んで、 G7 もあっていろいろあった後に収穫終わってしばらくしたら中川さんがもうちょっとやってみようかなって言っていただけたんですよ。もう私たちもやったーってそれはもう安堵ですね。会社の方たちの力を借りてですね、二人三脚でやればまだちょっとできるかなと思いますけど。いやいや、まだまだ。ただあまり宣伝もありがたいですけども、はい、それにはやはり責任がありますのでね、そうですね、消毒にしろいろいろなことに本当気を使うことが多くあります。そうですか。はい、冠水の施設もありますけども、あまり水をかけすぎるとこれもダメだということになりますので、ほとんど8月頃は水をかけなくて、そうなんですか。そして9月の収穫の時にですね、見ていただいたら素晴らしいブドウだという、本当にいいブドウ取れました。いいワインが取れたということで、世界に広がるところまでちょっと中川さんに頑張っていただきたいなという気もするんですけど我々としては本当にますますまだまだこれからがすごく楽しみ、そういう印象を私は持ってるのと、パッと見もう中川さん、いやまだまだあと10年は大丈夫じゃないですかっていうなんかそういう印象を受けましたけど、私たちで全力サポートしつつしていきますので、はい、ぜひ皆さんご愛顧していただければと思います。商品的にはもうほぼ今、売れてしまってもう売り切れですよっていう状況なんですけども、21年はですけど、23年が今これからですよね。いやもう瓶詰め終わりました。ああ、そうですか。で大体的な発売がちょっと私もちょっと把握しないんですけれども、2023で何本作れたんですか？それがですね、なんと4900本ぐらい作れましたので、正式リリースをお待ちしましょう。ちょっと畑をちょっと見させてもらって。どうぞ、はい、見てください。はい。ブドウの栽培に関してどこかで勉強されたんですか？勉強というよりうちで作ってましたのでね、お父さんの作るのを見ておりましたので、ずっともう子供の時から子供の頃から自然と身についてる感じ。そうですね。ここに傷がちょっと小さく入ってます。はい。これ目傷って何入れたかというと、ここの伸びは非常にいいから、ここは入れないですね。ここも伸びがいいから入れなくて、ここの伸びが遅いからここで入れとくとうんとよく同じようにこう芽が出る。なんで傷を入れると良くなるんですか？そうですね、先端からは芽が出やすいんですけど、ブドウって。でもこの真ん中が芽が飛んじゃうんですよ。結構芽が出てこないことが多いので、芽傷を入れることによって、ここ俺が先端だよって勘違いさせて、そうするとぐっと出やすくなる、コントロールするんですよ。ちょっと勘違いさせるんですね。ブドウに勘違いさせて、俺先端だもうグイグイ行こうっていうなんかねこ
これ3分の1ぐらいで良さそう。あ、良さそう良さそう。すごい。ありますね。3割ぐらいですね。一応この面が東側向くようにこれします。はい。ちょっと今度かぶせて。いいですね。回ってるうちになくなります。なくなるなる。時間あったら、あちらまでちょっとはい眺めてください。ありがとうございます。はい。こう、はいきれいにしておくと、消毒をしておくとですね、害虫がたかるのが防げるから、川の中へ虫が入る場合もあるんですよ。この中に。これは全部剥がしてるんですか？これ全部入ってます。手で剥がしてるのこれ。はい。それでこんなつるっとしてるのは全部できればもう最高ですけどね。はい。この作業がね。通常これはもう45年も経ったのですよね。通常はこの状態です面白いな。そう上から通るとなんか枝のこう張り方というか上からじゃないと見えないからね。そうですね。それはよかった。お酒の大学チャンネル510動画のご視聴ありがとうございました。面白いなと思ったらいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。リクエストがあればいろんなことにも答えていきますので、ぜひコメントを寄せてくださいね。ではまた。